私の動画では日本語、タイ語、英語の字幕に対応しています。CC マークをクリック。歯車マークから言語設定が可能です。皆様サワディークラブ、東北経済北陸元ブロガーの元海軍兵曹長の孫です。本日は2565年、令和4年、西暦2022年の4月頭ですね。フィエスタ ST のブレーキパッドの交換をしてまいります。フロント側です。ホイールを外したついでにブレーキキャリパーを洗っていきます。これ洗剤粉泡機っていうのかな、300円ぐらいで自作できますね。この縁に引っかかってんだ。ブレーキディスクローターの最も外周部分がブレーキパッドが当たってないところなんですけども、そこだけ厚みが残ってますので外しにくくなってます。ブレーキディスクローターの穴には結構物が詰まってますので掃除します。キャリパーのバネクリップを外します。今回からメンテナンス動画では採点性を採用します。4ミリぐらいあるかな。ブレーキパッドのピストン側は8ミリ近く残ってまして、その反対側は4ミリぐらいかなしかなかったです。これもったいないですね。なんか両方とも均等に減ってくれたらよかったんですけれども。ブレンボの何かが入ってますね。スライドピンのシリンダー側の内部の清掃とダストブーツ近くのピストンの清掃を行います。ピストンプライヤーでピストンを回転させて届かなかったところをまた清掃します。シリコンスプレー。金属とゴムや樹脂などの滑りを良くしたい部分にはシリコンスプレーを使います。ラバープロテクター。またゴムが熱や砂、ほこり、雨とか雪ですね、こういったものにさらされる場合はラバープロテクタントを使っています。シリコングリース。金属製のスライドピンとラバー製のブーツが接触する部分ですのでシリコングリスを使っています。金属同士の固着の防止とかですね、こういったところにはモリブデン系のやつを使ったりしますね。こういったケミカルの使い分けって奥が深くて難しいですよね。その分楽しくもあります。
あ、いや違う。入らなくなる。入らなくなる。今まで飛び出たピストンと減ったパッドでディスクローターを挟んでいました。ここのパッドを厚みのある新品に変えるとディスクローターが入らなくなります。ピストンを戻します。ピストンを戻す際の注意点ですが、この図を見てください。ブレーキを使うとピストンが少しだけ出て、その時にリザーバータンクの液面が少しだけ下がります。つまり逆にピストンをたくさん戻すとタンク液面がたくさん上がることになります。実際は液面の確認と吸い取り作業を適時行いました。あかんなこれ。準備不足。ブレーキパッドはギャロースタッフを使います。これはエゲレス製ですね。あと選択してて気がついたんですけれども、私の今着ているつなぎですね、これもなぜかイギリス製でした。毎回これ入れ方忘れるんだよな。そんな感じかな。ブレーキがない。ブレーキディスクがない。そのまま。よし。どうなるのかな。一発で入ります。よいしょ、開いた。よかった。70ニュートン。馬を外してジャッキを少し下ろしてタイヤが接地したあたりでナットの本締めをしています。その光を僕の中に今すぐ詰め込んで、君の前を遮る汚れた闇を切り裂く剣になるよ。